はい、皆さんこんにちは。いや、皆さん、いよいよ7月5日が近づいてきましたよ。そろそろね、都市伝説系 YouTuber がね、何も起きないんじゃないって言い訳する時期ですよね。あくまで予言エンターテインメントなのでね、誰も起きるなんて断言した人はいないと思うんですけど、それでもやっぱみんな言うでしょ、起きなかったら。起きなかったじゃん、起きなかったじゃんって。今日はそんな方のためにテーマ、予言は回避するために存在するを科学的なアプローチとスピリチュアル的な視点で紹介していきたいと思います。と思いましたら、なんと皆さん不思議ですね。このね、動画を制作している途中に、いろいろこの7月5日関連で動きがあったんですよ。それも全部皆さんに紹介していきますね。まずこの予言っていうか、この世界のメカニズムをね、紐解いていきましょう。科学的な視点で見ると、量子力学の進歩でその多次元世界というか、パラレルワールド的な世界が存在しているんじゃないかっていう動きになってきてますよね。バブル宇宙論。量子の世界では粒子が突然出現したり消えたりするように見える現象が起きると言います。これなぜかというと、粒子がどこにあるのか、どんな状態かを観測すると、そこに突然現れ、毎回性質を変えるっていう謎の現象粒子を起こすんですね。なのでこの世界を形成したビッグバンが僕たちの知る1回限りではなく、何十回と言わず何百回と言わず無限に起きていたとしたら、僕たちのようなこの世界がね、同じようなまたちょっと違うバージョンが無数に存在しているんじゃないのっていう説。能力者たちは今までね、僕たちが生きているこの世界線 A のパターンの未来予知をしているのに過ぎず、もし大きく世界を動かすことを自発的に起こしてしまうと、それは今までの世界ではなく、少し様子を変えた別の世界線の未来にずれることになります。何そんなこと存在するのと思うかもしれないけど、これ物理的に日常に置き換えてみるとすごいわかりやすくて、先ほど言ったように粒子は場所を特定しようとするとその性質を変えて、性質を特定しようとすると場所がわからなくなるという、観測するたびに変化する観測者効果という現象があります。観測という行為そのものが結果を変える力を持つということ。観測した時点で変化を与えちゃうっていうのが今の限界なので、逆に言うとこの観測していないする前の世界ではね、無数の可能性があるという考えでいくと、明日の天気予報を見て雨の予報だったのでハイキングの予定をキャンセルするけど、天気予報を見なかった世界線も観測する前までは存在していたということ。これだって観測したことである意味未来を変えましたよね。ただこれは自分の日常生活のね、未来を変えただけで、その世界的なイベント出来事は変えていない。ではこの天気予報、この未来天気予報を数億人が認識したとしたらどうなるでしょうか。みんなが傘を持つことになる。いや、そういう話じゃなくて、2011年3月、この未来が見えたたつきさんはそのことを漫画に記しました。そして世界はその世界線のまま進み、東日本大震災が起きました。そして今度は2025年7月の未来予知をし、今度はおそらく数億人の意識にそのことが知れ渡るようになりました。今ではね、日本だけじゃなくて台湾とか中国とかね、本当世界にもこの説が広がってて、しかも飛行機がね減っている、減便が起きてるなんて話題になってますよね。ここが大きな違い。一人が未来予知をし認識したからって世界的な未来を変えることはできないかもしれないが、それを数億人が認識したら世界的な未来をも変えることができるかもしれない。集合的無意識。ドクター・マイケル・パーセンジャーという心理学者曰く、知恵は最大の力だと言います。これ本当にそうだなと思うのが、彼曰く、人口の 50% の人が教育を受けると革命が起きる。そのため独裁者や権力者は自由な情報へのアクセスに強く反対するんです。政治家とか世を操る権力者のことですね。そう。世界の人口はわずかな支配者が秘匿された情報を独占することで思い通りコントロールされている。そして経済面で言うと、経済的な優位性は独占された情報から生まれる。もし誰もが平等に情報へアクセスできて、他人の考えていることまで分かっていたら、果たしてお金持ちなんて存在するのか。これ本当にそう思うよね。これはあくまで社会的な物理的なみんなも分かるような話じゃないですか。じゃあね、逆にこのスピリチュアル的な視点で見るとどうなるのか。マイモニデス夢研究。1960年代に行われたこの実験は、受信者を部屋に寝させ、その隣の部屋には送信者がある絵を見て、受信者に念で絵のイメージを送ります。するとなんとこの実験では、偶然ではありえないほどの一致する結果が現れたんです。ということは、もしかして人々は無意識化で繋がっている可能性がある。前に地球の周波数 7.83Hz に共鳴すると、今までの人類の記録が保管されているアカシックレコード的なものがあるかもしれないというお話しましたけど、それを証明するかのように、地球の磁場が太陽フレアなどが活発な時にブレるんですけど、この夢実験の一致率がね、その地球の磁場がブレている時、一致率が下がったそうです。そうなんです。なんとね、その投資する人たち、いろんな実験でも結果出てるそうなんですけど、投資うまくいっている時といってない時、うまくいってない時は地球の磁場がその何かしら太陽フレアの影響とかで乱れてる時なんです。なのでこの意識ね、目に見えない情報って何かしらこ
この地球上のどっかにもこう大量に存在してて、歴代の1000億人ぐらいの人々の全ての記録はおそらく何かしらこうあって、しかもそれがね、世界の行方にも影響を与えるとしたら、予言を知って怖がるのではなく、そうならないように気をつけようとか、起こる確率を下げようっていうね、意識をみんなが共有することで、実際に未来が変わり得るかもしれない。もちろん偽物の能力者や預言者はたくさんいると思いますけど、1回目かなり正確に当てた人が2回目大幅に外すという現象は、1回目当てたことで注目を浴び、2回目は多くの人々がその予言を認知し、回避しようとした結果であり、予言が当たらないイコール外れたのではなく、予言のおかげで回避できたとも言えるかもしれません。これどうですか？この説。結構スピリチュアル的な世界があるとしたら説得力ありませんか？しかもみんなハッピーでしょ？誰も責めることなく。ということで、有力そうな予言はみんなどんどんシェアしていきましょうか。そんな中、今回独自のルートで、ある有名なお寺出身の能力者とつながることができたんですけど、その方は生まれながら人には見えない世界が見える方で、彼女の有名なエピソードですけど、墜落した JAL123 便に乗る予定が1週間前に失明し、乗らずに済み、なんとその1週間後にね、再び目が復活。おもてなしの東京オリンピック発表時に2020年には東京オリンピックが行われない気がしたらしく、その理由は街中に誰も出歩いてる様子が見えなかったそうなんです。まあコロナでしたもんね。まあその結果、2020年には行われなかったじゃないですか。みたいな感じで、その2020年とかね、その想像すると、そのビジョンがね、その2020年の風景が思い浮かぶらしく、その自分の周りのことの未来はわかるそうです。そんな方が見る2025年7月は、もうズバッと言ってしまうと、7月5日は何も起こらない。7月5日に何かが起こるかって言われて、東京、私の周り、私が住んでるの東京なんですけど、東京で何かが起こってるっていうものは何も見えない。やっぱ何も起こらないって言うんですよね。まあもちろんね、彼女のその未来予言外すことも全然あるっていうので、まあこれを 100% で捉えてほしくないですけど、となるとね、この奇跡的なタイミングで、なんと、三木大雲さんが、たつきりょうさんと会うっていうことがたまたまね、この時期にありまして、そこで、とんでもない新情報をね、彼が聞いてきたんです。まずですね、はい、7月5日っていうのは、7月5日じゃないんです。7月5日じゃないんですか？誰も言ってないんですよ。2025年。これよく、私が見た未来、はい、お読みいただくとわかるんですけど、7月5日に、たつきさんが夢を見たんです。そうですよね。夢を見た日が7月5日。なるほど。であって、はい、震災が来るのは2025年7月というような。本にはそう書いてあるんですよね。そうです。実際に私が見た未来を見てみると、確かに夢を見た日付は7月5日と書かれているが、大災難が起こる日付は7月としか書かれていない。本を読んだ人の解釈なのか、7月5日という数字が世間で騒がれているが、たつきりょう本人は日付までは断言していない。7月5日の話が出てからいろんな方が悪い意味で乗っかったじゃないですか。僕は悪い意味で言っちゃいますけど、はい、ある意味僕たちの番組に出てくださったこれもまた普通の女性の T さんが、7月5日は何も見えないんだけどって言ってたじゃないですか。なんかちょっとそこはなんかリンクしてる部分がある気がして、そうですね。なんかちょっと本物の人たちが見てる世界がある意味同じようなとこ見てるのかなと思って、ただ5日は断言してなくて、はい、7月中にはでも起きるってことですか？はい、起きるんですかね？お会いしてそれがもう本当にひしひしと感じましたね。いう感じは私自身受けましたけどね。驚きですよね。まあこれはあくまで三木大雲さんの解釈なので、たつきりょうさんが 100% 超えてるっていうわけじゃなくて、あくまで彼がね話して聞いて感じたことを僕に語ってくれたので、なんとね7月5日じゃないそうです。はい、何かの手違いでその5日になってたんですよね。これね、本には確かにその災害が起こるのは2025年7月って書いてあるだけで、5日はこのね夢を見たタイミングなんですよ。夢を見たのが2021年7月5日4時18分 AM っていうので、別にこれね2025年7月5日4時18分 AM に起こるっていうわけではないそうです。なんだやっぱじゃあ5日起きないんじゃんと思いきや、なんとたつきさんのニュアンス的には今でもその夢を近づくにつれて色濃く見ているそうで、しかもそれが7月に起きるということ
なんやねんそれ。都市伝説系 YouTuber がみんなこれ言い訳し始めてる段階で、彼女は今でも見てて起きると言っているんです。What the fuck ですよね。ただもちろんこれは 100% じゃないですよ。100% じゃないので皆さんパニックにならないでください。本当にエンターテインメント、予言です。皆さん信じてないですよね。これ予言ってエンターテインメントです。ただたつきさんは起きると言い張っているんです。たつき先生ここにおられないんで、はい、いや実はたつきさんがこうおっしゃってましたっていう表現の仕方は極力私したくなくて、ああなるほど、はい、であくまでね、あくまで私がたつきさんとお会いして感じたこととか私が思ったことを今日伝えしたいな、はい、だからやっぱり 3.11 の時のその数字も見えて本当に書いて、実際当たってるわけですし、本の中にも書いてますけれども、やっぱり7月にあるっていうふうに思ってられるんだなっていう。いや本当に芯のあるまさに言う通りで、今のこの時期都市伝説系 YouTuber とかいろんな方が何もないよっていう時期なんですよ。2025何もない 4,5 年前は言ってたんですけど、そのタイミングでギリギリまで言い入るたつきさんのなんでピュアさって言いますか、だから別に好感度が欲しいわけでもないし、嘘をついてるわけでもないし、あたかも自分が見たものをただ言ってるだけだよっていうのはなんか本物感っていうか、ね、そこがなんかリアルですよね。そうですね。でそれ以上に私がいよいよだなって思ったことがありまして、私仏教講堂の中に今から約800年前に釈家っていう赤い木って書くんですけど、京都の空が赤く染まった。でその後とある場所で大きな地震が来るんですけど、私は空が赤く染まったら地震が近いって思ってるんですね。なるほど。あくまでこれは皆さん予言ですからね。恐怖を煽るわけでもなく、本当にただのエンターテインメントですから。ただね、これを信じる人も自由だし、信じない人も自由だし、それをね、誰かのせいにするわけでもなく、自分が信じたなら責任を持つ。自分が信じなかったらその責任も持つっていうことでいいんじゃないですか。ただ僕とか、皆さんもそうだと思うけども、スピリチュアル的な世界、目に見えない力が好きな人たちからしたらちょっと怖くなっちゃうじゃないですか。ただもちろん恐怖を煽ることなく、今みんなができることをしましょうか。ただこれね、ただのスピリチュアル的な話じゃなく、今物理的に見ても、確かに資源とか物資とかそういったものがね、どんどん枯渇する未来が来るかもしれないんですよ。それが意図的なのか自然発生的なのかわからないけど、一個話を戻して、先ほどのお寺出身のね能力者曰く、彼女もちょっとね7月8月で12月あたりがなんかちょっとモヤモヤするって語っているんです。しかもテーマは水だそうです。実はここ意見がすごく一致するんですけど、6、7、8の間はちょっとやっぱり震災には私は備えていただきたいと思ってます。言ってる私ももう水は大量にお寺に保管してますし、そうなんですね。一応は私は備えていただきたいです。水は本当に保管してください。もうずっと水が汚れるのか足りなくなるのかなくなるのかなんだか分かんないんですけど、もう水に対しての危機感がずっとあるので、それが何ってはっきりお伝えできればいいんですけど、これが大雨大洪水なのか津波なのか、あるいはね水不足なのかは分かりませんが、っていうのもね、この話を聞いてねみんなピンときた人もいるかもしれないけど、新しく就任された世界経済フォーラムのピーター・ブラベック、彼は元ネスレの CEO なんですけど、昔こんな発言をしていたことで結構批判されていたんです。水を公共の権利とするという意見は NGO などによる極端な考え方だと思う。水は他の食品と同じように市場価値を持つべきだ。要は水は本当に貴重な資源だから、みんなが誰でも飲めるようにするんじゃなくて、ちゃんと管理して、よく言えば皆さんに供給する、平等に供給する、悪く言えば高い金を払った人じゃなきゃ飲めないみたいな世界が来るかもしれない。わからないけど、実際にこれは2018年の記事なんですけど、カナダのオンタリオ州の先住民族はまともな水源を得られない生活を受けているんですね。この同じ地域からネスレは日々360万リットルの水を吸い上げて、地域からは非難が殺到したっていうニュースです。今米騒動とかも起きてるじゃないですか。これが自然発生的なのか、あるいはね意図的なのか置いといて、ビル・ゲイツもね農地を買い漁っているんですよ。何が待ち受けているのか。この予言説が経済にも影響を与えちゃってる、良くないみたいな話もありますけど、確かにそれはそうかもしれないけど、ただねこの資本主義社会の話においてじゃないですか。その時点でもうおかしいと思いませんか皆さん。お金稼ぎが第一位になっちゃっているんです。皆さんの命よりお金稼ぎなんです。本来はねみんなの安全とか食料、衣食住がちゃんとねみんなができる
るみたいな世界がベストなんだけど、いつの間にかお金を稼ぐことが生きることになっちゃってるから、もうその時点でおかしいのかもしれない。この人間が決めた社会的ないい悪いじゃなくて、自然のね、いい悪いにのっとって生きていきたいですね。ただ個人的にはパラレル説を信じています。みんなが認知することによって行動を変えることで未来もね、変えられると思っています。なのでこのアベマのね、その最終回の番組のではみんなでそのちょっとお祈りをするっていうね、お祈りの儀を行ったんですね。なのでね、もし何も起きなかったら、まあそれはちょっと僕たちのおかげ、いや皆さんのおかげということで、まあ逆に何か起きてしまったらちょっと僕たちのね、お祈り不足だった、そのみんなのちょっとね、せいなんじゃないですか。皆さんがそのからかったりするからみたいな感じで、まあこれは冗談で、何も起きなかったらもちろんいつも通りの日常でいいですし、逆に何かが起きてしまったらその時はね、みんなで手を取り合って協力して乗り越えていけばいいんじゃないでしょうか。まあそれぐらいシンプルでいきましょうよ。このお寺の能力者のお話や予言はアベマでフルバージョン見れます。またね、そのミキさんと話したその辰木亮さんのお話についても一応見れるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。これ一応最終回なので、最終回盛り上げてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。